あ、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 お、始まった。始まったな、オープンレックも。なんかやっぱり、滑舌悪すぎだな。終わってんな、やっぱり。ポップアウトして、ポップアウトして、オープンレックのアカウント、コメントも見れるようにして、えー、っと、これでいいか。ちょっとね、なんか最近、やべ。最近、2025年12月4日の木曜日9時前ですけど、おはようございます。なんか、最近、この前配信して、もうなんかね、気づいてしまったわ。ゲームがまず下手なんよね。マジで。ゲームしてなんか、配信すんのなんか配信してゲーム見せて、なんかやんのって、正直そこまでね、まあ、意味がないな。意味がないな。なんか、何の意味があるんかわかんなくなってきたのね。で、なんか YouTube とかさ、やっぱ上げると、なんか田舎っぽい、田舎の動画っぽいやつが上がるわけよ、やっぱり。なんか再生数。やっぱ、それこそアークとかって、アークレイダーズ、あれとかって、なんか他人をさ、攻撃してなんぼやから、他人を攻撃してなんぼっていうか、それするくらいならエイペックスやれよって思うけど、俺は。あのなんかな、ちょっと違うんよな。なんかアークレイダーズをさ、なんかずっとやってると、全然さ、攻撃しないっていう、ロールでやってても、正直言って損するだけだよね。攻撃しないっていうロールでやってても、損するだけだから、なんか、それをやって不快になるわけよね。なんか、やっぱ人類の敵はアークだと思ってるし、人類同士が戦ってる意味がわからんやん。ゲーム性として。アークが真の敵で、まあ、公式的にはさ、なんか、アークが地上で、侵略してきて、で、人類は地下に潜るしかなくなって、で、その地下の中にもいろんな町があって、みたいな。その町同士の資源争いみたいな意味で、なんか、人類同士が戦ってるっていう定義にしたいっぽいんだよね。で、それって、まあ、流れはわかる。うん。でもさ、結局、あのゲームの中に、その街という概念がないじゃん。プレイヤー同士に。街っていう概念がない中、なんかそこで、なんか戦わせるっていうか、それはもう、プレイヤーのロールによるところが大きくて、強制されてないわけよ。そうだって、他人から奪った資源を使って街に貢献するっていうシステムがないわけだから、ただ単に自分たちの、保管庫の金額を上げるだけの話で、だから、その、大目的がないというか、結局自分のためだけに自己中な人間が得をする、ゲームになっちゃってるっていうところがなんかちょっとね、楽しいんだけど、結局それって相手を攻撃しない人間が一番損をするという、弱肉強食といえば弱肉強食だけど、なんかそれって
ゲームのコンセプトとして、なんか離れてないみたいな。真の敵はアークやろっていうのがまあって、ちょっとね、やる気がなくなってきてる。と同時に、今日8時、もう1時間前やけど、8時に、発売されたはい、ダウンロードコンテンツがね、なんだっけ、ナイトリーンのダウンロードコンテンツがね、発売されたから、エルデンリングナイトリーンの。あれ今、カゴに入ってるわ。買うとは思うけど、買う買う。でもなんか、ナイトリーンもね、なんか、結局、まあ、同じことずっとやってるから、結局はもう、ダウンロードコンテンツ来るっていう話もあったし、ダウンロードコンテンツなんか来るまでもう放置しようと思って放置してんだけど、なんかもう今日ダウンロードコンテンツ来たからね、今日明日にダウンロードコンテンツやろうかなっていう。配信するかはわからん。配信結局もだからゲームが下手だから、する必要性がね、これ見てて楽しいって話になってくるんだね。まだ雑談してた方がさ、なんか、ええんちゃうかっていう。なんか YouTube のなんかショート見てると、変な雑談してるやつでも人が見に来るわけで、なんかだったらもう、なんか一人で、なんか視聴者数1とか2とかで、なんか変にやってるよりも雑談してなんかコメントとコミュニケーション上がった方がなんか楽しいかなっていう。で、まあ、雑談って言っても、結局、さ、そのツイッターじゃねえ、X か。X やってたら、言いたいこと全部言っちゃうだけよね。まあメモ用紙みたいに使ってもいいと思うんだけど、言っちゃいこと言っちゃうから、雑談するなんかモチベーションがなかったんだけど、なんかでも、アークやってて、正直そこまで、まあ正直、ゲームの配信って、もともと別枠で、なんか有名になった人、料理研究家だったりとか、雑談やってた人だったり、そういう人が、なんか、視聴者がゲームやってって言ってやるみたいなのが、まあ、多いかなと思うんだけど、だからそういう人たちってやっぱゲーム上手いから入ってないから、なんか別に上手くなくても楽しめるんだけど、ゲームの配信ばっかやってて、じゃあゲーム上手いかって、上手くないのにゲームの配信ばっかやって、もうあとはリアクションとか、そういうまあゲーム中の雑談とかをなんか中心にやるしかないんだけど、正直そこを考えたら、普通に雑談した方がいいなと思って、最近いろんな話題があるしな。基本、だから X で話題にしたことを、今日の1週間、これまでの1週間前から今日までの事柄をちょっと X 見直しながらね、ちょっと雑談しとこうかなと思って、今日やってるんだけど、まあね、なんかすごいよね、X 見てると。X 見てると、なんか、数学ができなさそうな人たちが、軒並み左翼やってるんだよね。だから、ちょっとね、あの大丈夫なんかなっていう。教育受けたはずなんだけどね。なんでそんな、その、そこまで偏っちゃうんだろうとかっていう。じゃあ、1週間前は11月28日なんで、11月28日のツイートからやっていくんだけど、これ、ツイッターのツイートって正直自分見返すんだよね。見返して、
1週間後見返しても、なんか自分、こんなバカなこと言ってんだっていうことがないように見返すんだけど、1週間後見ても恥ずかしくないツイートを全部してるから、ちょっと、自分自身は1週間のうちにいくつか見てんだけど、これね。この人もなかなか、ちょっとフェミニスト、ツイフェミって言われてる人たちが弾頭してきて、そのアンチフェミニストとは言わないんだけど、本当のフェミニストとも言っていいのか、まあこれね、かなりちょっと危険思想というか言葉が強い。言葉が強いからちょっとあれなんだけど。でもすごいよね。女子中学生を SNS でなんか女を釣ってなんかイチャイチャするってなかなかすごいなって思うんだよね、俺的に。するなんか、なんだっけ。山、相席食だよね。相席なんとかの、なんかクズ芸人いるやん。クソ思い出せねえ。名前が。顔思い出せるんだけど。クズ芸人の人もなんか SNS 使って女と出会えるみたいなこと言ってたけど、SNS って基本なんかあれなんじゃないの？やばいやつしかいないんじゃないの？まず。倫理観がまず終わってるよな。まあ、これ女子中学生も SNS で知り合った男に会いに行くっていうのも、だからちょっとなかなかやけど、それで連れ込んでイチャイチャするってダメだよな。で、イケメンだから、なんかコメント欄がくっそキモいっていうね。なんか、すごいよな。まあ、確かに男性の方も、なんかそういう可愛いやつが逮捕されたりとか、綺麗な人が逮捕されたら話題にするけど、なんか、被害者に対してなんか言ってるところは見たことないんだよね。中学生にも問題があるとか、これ見てね。なんか、なかなかやな。まあ、確かに中学生には問題はあるけれども、あるけど、けれども、それはもう被害者やからな。こういうね、あと、コメントね、飯島レンジの、インスタにもね、いっぱい湧いてくるからね、すごいよ。飯島レンジが何やってても褒めるからね。多分、狩猟免許持ってたりすると思うんだけど、あの人。飯島レンジって。にしても、なんかちょっと倫理観がすごいよな。まあ、それが、法的にやばいことなのかって言われるとそうではないんだけど。はあ、ツイート消して逃げたやつね。このツイートね。そう、先週のもう頭ぐらいから、その文系と理系のバトルがね、X で繰り広げられていて、で、文系の、その、倫理観と理系の倫理観が全く論文に対する倫理観っていうのが全く違うってところが、なんか、まあ、明らかにされたんよな。で、それって、なかなか、まあ、変えろって言われるとできないと思うんだけど、理系は理系で正しいと思ってる、文系は文系で正しいと思ってるから、まあでも、理系からすると、自分も理系だけど、文系のその、もともと前々から、その本を書いただけで業績になるっていうのが、なんか、ムムってするわけよ。いや、わかるんだけど、昔はそれでよかったと思うけど、今はね、もう、それで許されるかってやると、なんか許されない気がする。だって、どんなとんでも理論があったとしても、
本さえ書いてれば業績になるっていうことにならない。それが良くないんじゃないかなって、文系は。なんかね、特にジェンダー理論とかもさ、やっぱり自分の意見が正しいっていうのが前提で、それはね、理系にもあるんよ。自分の理論、自分の仮説が一番正しいんだっつって、それを元に実験をして、検証して、正しいかを証明するわけだから、証明っていうか検証するわけだから、それは正しいんだけど、なんか、その証明が十分にできない状態で、その自分の理論が正しいを主張して、その上、その理論が、税金を使って社会を動かしてしまうっていうところが、なんか理系としては、なんやこいつってなる。それで何、例えば自分の NPO 法人にとかでお金を取ってきて、その NPO 法人で取ってきたお金で自分の給料払うみたいな。そういうことが、まあ理系ではありえないわけだけど、文系では、まあ、どうしたってできるわけよね。で、それで税金使って自分の理論を証明しようとして自分の理論を押し付けて、結局それでお金使うわけだけど、押し付けたまんま、それでうやむやにするわけよ。なんか、この理論は間違ってましたっていう、間違ってましたを結局、はっきりとさせずに、お金だけ使って終わらすみたいな、そういうのが、まあちょっと文系にはあるというか、感じるよね。あとは、基本ツイッターで、なんか言い争いしてて、文系が、なんか、お利口さんとかね、言って、人格攻撃、やっぱり、大学教員だから、基本は。大学院まで行く奴らだから、言葉のね、言葉遊びが得意で、そういう人たちって。だから、お利口さんとか、なんか煽りをするよね。この煽りがね、この煽りが、もうなんか、子供なんだよね。子供っぽくてね。だからもう誰も見向きしなくなっちゃうっていう。こうなんだよな。でも、哲学とか、特に哲学とかもそうだけど、特に哲学とか、文系じゃなくて文学とか、社会学とジェンダー学のことを言ってるよね、基本はね。やばい奴らっていうのは。文学とか、古文学っていうのかな、古典文学とか、ね。そんな絶対重要やん。だから、そういう人たちに対しては、何も文句はないんだけども、なんか、やっぱ社会学とか、ジェンダー学っていうのは、結局それやって、お金稼いでるだけやんみたいな。結局コメンテーターになるだけだって、お金稼いでるだけっていう。人類の地を広げようとしてないというか、もう、広げる必要性も思ってない気がするんだよな。そこがよくねえわ、本当に。で、次、まだ28日やな。タヌカナだよな。タヌカナ、ダメやで、みんな。タヌカナに、時間潰しちゃダメ。ほんまに。あんなんね、もう、配信者なんてみんなゴミなんやから。配信者なんて、もう社会不適合者のゴミなんだから、みんな。そんな奴らに時間潰してね、一喜一憂するべきではない。自分の人生をね、歩んでね、ちゃんと、自分の人生歩んでいこう。
こんにちは。こんにちはってか、おはようございますな。こっちは朝の9時なんでね。いやーね、ちょっとね、配信者は基本ゴミだから、なかなかね、みんな、やっぱ好きな人なわけよね、みんなね。好きだから見てるっていう。やっぱり、その、大変だよね。好きな人がなんかこんなこと言ってると、嘘つかれたとかね。だとね、俺もだって、うん、某ね、ニコ生から来た、昨日もアーク、今日の朝もアークやってましたけど、立山の某人は、あの人も結局嘘ついたから、もう嘘ついたから俺も見てねえもんな。嘘ついて、こんなクソみたいな人間でも、配信、配信してお金稼いでんなら、みんなやるべきだよっつって、この波に乗って配信をし始めたわけだけど、自分も。いややっぱ人間性が、攻撃的ではないと、やっぱ配信者っていうのは、有名になれない。エンターテイナーは基本的に攻撃性を持ってないと、攻撃性と自己肯定感がないと、やっぱり、ダメやね。配信者は。ちょっとね。嘘つかれて傷ついたんなら、返金対応してくれてるんだから返金対応してもらえばいいし、傷ついたんなら見ない方がいいと思う。もう、見ないからこそ動かせることもあると思う。その分だって、ね、収益は減るわけだから。ゴールデンタイムやで、配信者がやってんのって。9時から12時とか。自分の時間に使えばええやん。使った方がええって。絶対。だからね。で、タヌカナもタヌカナで結局インフルエンサーやからね。どんなブスでもインフルエンサーなら相手見つかるわけよ。これは。これは確実だから。そこはね、なんでタヌカナ程度で彼氏ができるんやとか思ってる人は、そこはね、落ち着いた方がいいと思う。あと、女なんてね、顔出ししとけば人集まるから。見てみ、ニコ生とか。ニコ生基本顔出しした女しかいねえよ。キックもな。キックとかも。今。ふわっちとかね。ツイート消してほしくないんだよな、こういうのって俺。別に悪いこと言ったわけじゃないからな。消すなよ。もうね、ツイート消すときあるよ。でも消すときって基本自分はツイートした直後に読み返して文章おかしかったりするから消すんだけど、もうバズったツイート消してほしくないな。まあ、大学教員の話やな、こっからはな。大学の話やけど、その話したくて、やったわけだけど、大学教員って、結局のところ大学を運営してるわけやん。多分。自分大学教員じゃないから分からんけど、大学教員
大学運営してるんだったら、もっとなんか、声を上げてもいいと思うんだよね。なんか、うん。だからさ、法人化したその大学を、これは間違いだったんなら間違いだっていうことで、ちゃんと主張するべきだよ。ちゃんと国に提言書をまとめて、大学で連名出して、それぞれの大学集めて、連名出して、それで提出すりゃええやん。毎年。動かないんなら毎年毎年提言すりゃええやん。毎年っていうかもう、総理変わったら提出する。総理変わったら提出すればええやん。んなもん送付するだけやって。郵便郵便のお金ぐらいでしょ、必要なのって。そんなことないの？提言書とかって。ちゃんとしたルートをやるならいいかもだけど、お金かかるかもだけど、普通に国会議員の住所に送りゃええわけやん。それを、なんか、せずになんか、お金だけって言われると、一般的な市民の人たちからしたら、なんか、ずっとお金欲しい言ってるけど、どういうことなんていう。なんでそんなお金が足りなくなってんのっての。中身が分かってないのだって。市民の人からすると。だって田舎なんて、大学行くだけですごいねって言われるわけだから。田舎なんてね。そんな価値観の中で、なんで大学ってお金なくなってんの？そういう説明もないわけよね。大学側から。結局、説明があるのが、なんか、ノーベル賞受賞の時に、なんか、言ってんな、みたいな。で、みんな、そうだよなって言うけど、結局、公式になんか声明文を出さないから、今20年経ってしまったんじゃないかっていう。で、結局それって、まあ、今の若手の人たちからすると知ったこっちゃないわけだけど、それこそ若手の人たちが今声を上げないといかんやろっていう。なんかツイッターでぐじぐじ言うより行動に示してほしいわ。もっと。大学教員は。まあ、高市さんが今ね、お金増やすって言ってるから、ポスト作ってくんねえかな。で、万年助教とか言われてる人たちがいなくなったわけだけど、昔にいた。万年助教って言われてるね。なんかずっと助教をやってるみたいな。まあ、ポスドクみたいなことをしてるみたいな。40代になっても自分の研究室持たずにポスドクやってるみたいな人だと思うんだけど、でもね、それも一ついい時代ではあったのかなと思うんだよね。俺は。で、今のポスドクって基本的に人気性のある使い捨ての駒なだけだから、それがまあ、芸人の下積み時代みたいな感じで、まあ、いいことなんだっていう人もいるだろうけど、その若者からしたらたまったもんじゃないからね。年300万ぐらいで、30代で。だって、実質27歳、ストレートに27歳卒業やけど、博士課程って、その時点で年収0円だからね。まあ、TA とかしてる人がいればあれだけど、ほぼ年収0円だよ。なんかスプリングとか学進とかあるけど、そういうのを、まあやってない大学というか、スプリング採用されてない大学とか、あとは学進やりたくとも、なんか、乗る気じゃない先生とかがいる田舎の大学とか、そういうのは、もう、ダイレクトに若者に、ね、なんか、負担になるからね。だから、万年授業という人たちが、まあ、大学卒業してすぐに助教になって、
まあ、研究して論文出すのは絶対必要だとは思うんだけど、今の人たちで、そのまま大学卒業して、大学院卒業して、そのまま助教とかで配属されても、もう20年、10年、10年、20年論文出しませんって人は絶対いないわけだから、そこまで真面目じゃない若者いないからね、今。昔はなんかバブルがあったりとかして、何もせんでもお金がもらえたりとかするだろうけど、今はそういうなんか人はいないと思うな。さすがに。我がもんでね。だからもう、そういう博士課程にお金を渡すとか、給料を渡す義務を法律制定するとかそういうのを一つやってもいいんじゃないかなと思うんだよな。やっぱお金がないから、やっぱ博士課程で体調崩す人が多いし、やっぱお金の余裕はね、やっぱ心の余裕やから、そこはなんか大事な気がするんだけどね。で、まあ、ここら辺のなんか、財務省の元官僚 VS 大学教員のバトルは、正直そこまでね、なんか、身の入った議論が多くないんでね。結局人格攻撃みたいな感じになっちゃってるんだよね。大学教員だけじゃなくて、企業研究者もそうだけど、やっぱりね、性質として幼いんだよね。心が。幼いから、心が幼いせいで、すぐね、ゴシップネタに食いついたりするんだよね。なんか。で、まあ、さっきも文系の話で出たように、頭がいいから、一応。そこでなんか、悪口、名誉毀損まではいかない、なんか、悪口を言ったりするんだけど、それ見てて、じゃあ、今の大学院生がこのツイート君見てて、なんか、どう思うかって話よね。なんか、真面目に正直、もうちょっと真面目に議論してくださいっていう。声明出してこなかったのは事実なんだから、それは大学の責任やって。で、20年経っても顧みなかった財務省の責任でもあるし、で、それで今、高石さんがそれを是正しようとしてるか別として、少なくの運営交付金を増やそうとしてるから、この流れに乗って、この波に乗って、この法人化のそのあり方っていうのを、大学の法人化のあり方っていうのを、ちゃんと定義させていくべきだな、気がする。もう20年経ってんだから十分データは集まってるし、それが悪かったか悪くなかったかなんて、まだ議論できてないわけで、その双方向で。じゃあ議論しろって話なんだよね。で、財務省と文部科学省が今議論してるわけだけど、それだけじゃダメやって。マジで。大学が文句あるなら大学が全て連名で、せめてね、いろんな中国四国の、例えば中国四国にある大学が、国公立大学が連名で声明文出すとか、そういうことをどんどんしていかないといけないんじゃないのっていう。ね、それは、なんか自分は学生から見るとそう感じる。で、ツイッターでなんか言ってるだけじゃ、何も変わらんよっていう。で、まあ、声明文というか、なんかいろんな
その、国に対して何かしらの意見を言ったっていうのは、一応あって、まあいいや。なんか、阪大とか、北海道大学。いや、でもね、これ、その、独攻法、ここ書いてある。独攻法反対首都圏ネットワークっていう書かれてるけど、結局更新がね、これ2001年、2004年かな。いや、2001年から更新がないんだよね。で、ここまではやったけど、この後何かしらやってんのかっていうのが、パッと見分かってないんだけど、やってればいいんだけど、でも正直言って見てて、単に、まあ見てて、もうこれだけしか声明出してないのかって思っちゃって。だって、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、31、32、39、40、41、42、2年で42個の、見解とか声明を出してるけど、じゃあこれを、じゃあ現代、20年代、その2020年代も行ってきたのかっていうところがわかんないんだよな。毎年した方がいいと思うけどね。もう、聞かないならもう、さっき言ったように、首相が変わることにやった方がええって。なんでそこまでやんないの？大学院じゃね教員、研究者なんてさ、しつこいのが取り柄やん。なんでやんないの？やれよ。やってほしいけどな。てかさ、なんか、ツイッターやってたらさ、まあ、引用ツイートすると人が増えるんやけど、なんか DM 来るんやな、なんかめっちゃ。なんやこれ。なんか、出会い系の DM がめちゃくちゃ来るんやけど、なんなんかな、これは。みんな。絶対やべえやつだろ、こいつら。なんか、普通にね、まともなツイートしてる人はフォローしようと思ってるんだけど、なんなんだこいつは。チャット送ってきてる人ってなんなんこれ。なんかフォローしたら、チャットしてくるやつ、なんなんだ俺。そこまで、慣れ合いしたくないんだけど。慣れ合いたくないんだけど。ネットなんて敵やろ、基本。あれ。労働できねえんだけど。なんだこの人。
あと、今日朝さ、あれ見てたよね。あのー、ニコ生のクルーズを見てたんだけど、ニコ生のクルーズって、あんなに反応しないもんなんかな。なんかみんな反応しないな、あれな、ほとんど。なんか、自分的に、こうやってコメントが来ると、反応したくなるんだけど、そこまで反応しないみんな。なんか、来てくれるだけ、普通に来てくれて、はい、なんか、あれ来てくれてなんかコメントしてコミュニケーション取るだけでも全然、なんか、ありがたいんだけど、なんであんなに締めっぽいというか、でクルーズ200人いたんよね。200人来てコメントもしてくれるってなかなかいいシステムだと思うんだけど、なんか来て当たり前みたいな顔してやってっからちょっと、なかなかやなと思って。と、なんかでも、やっぱニコニコはそこがいいところだよな。一回ね、ニコニコでね、配信した方がいいのかなっていうのがあるんだけど、なんか、一般会員なんだよね。で、ニコニコって一枠やん、あれ。枠を取らないといけないんよね。あれめんどくさいわ。なんか、オープンレックよりめんどい。やるのが。オープンレックと同じ方法を使って、システムが、なんか、配信ごとに URL が変わるみたいな。配信のそのパスワードみたいなのがあるんだけど、そのパスワード変わってしまうから、なんか、そこもめんどくさいんだけど、それプラス、30分ごとに枠を取らないといけないっていうのがめんどくさいね、あれも。なんか、枠取らずに、なんか、ニコ生の視聴者を誘導させるために30分だけやるみたいなのは全然ありかなと思うけど、誠実誠実じゃないよねだから、誠実じゃないから、ちょっと、やりあぐねてるというか、ニコ生でやったからとして、なんか、やり続けるかって言われると、そこまでニコ生になんか、恩を返したくないというか、そこまでニコ生をなんか、いいものだとも思ってないというか、あ、そうそうそう、ワールドトリガー。
おはようございます。そういえば、ワールドトリガーが、なんか新しいアニメが始まるんかな、あれは。ちょっとよくわからんけど、見てて本当によくわからんかったけど、リメイクなのか、4期が始まるのか、なんかリブートって言ってるぐらいだから、なんかリメイクをするつもりなんかな、と、あの、今の絵柄で、昔のちょっと紙芝居っぽかった一期の絵柄をね、なんか、どういう意味でそのプロジェクトが発動してるのかがわかんないんだよな、ワールドトリガーの。ちょっと待ってよ。ワールドトリガーといえば、もう、今日発売じゃないの？ちょっと待って。ワートリ。ワートリの新刊、12月の4日、今日じゃん。うわ、買わんとあかんな。ワールドトリガーおもろいからね。いやー、楽しみやな。Kindle が見つかんね。買ってたっけな？買ってたような気もするんだけど。まだ買ってねえや。あ、買ってるわ。買ってるわ。29巻今回。ちょっと待って。お、買ってる。買ってる。楽しみや。ワートリ29巻やね。今回。12月4日。で、29巻もあるからな。今から揃えるのってなか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 大変そうやけど。いやー、すごいね。でもなかなかね、キャラクターも多くて、面白いんだよね。戦術とかもあって。まあ、アニメから入ってもいいかなって思うけど、アニメもなかなか、まあ、最初の1期とか2期とかの、1期か、1期とかのアニメはちょっと、2期とか2期かな、2期とか3期に比べるとちょっと物足りなくなるかもしれないけど、すごいネタにされてたしな。なんか、すごいオープニングが始まるのが遅くて、面白いぐらい遅くて、ネタにされてたんだけど、でも、内容が面白かったから、楽しめたんだよね。そういうアニメっていっぱいあるんだけど、なんか、ワートリも内容面白くて、見始めて。なんかヘルクっていうやつも面白かったな。とか、望まぬ富士の冒険者とかも面白かったな。アニメとしては評価が低いと思うけど、アニメのその表現方法とか、そういう紙芝居だからほぼ、戦闘シーンとかは、わざと土煙とか、そういうなんかまあ、できるだけ描写しない技術が使われてるから、ちょっとアニメの評価的には低いと思う。技術的な評価は低いと思うけど、内容が面白いから、なんか見ていられたっていう。なんかね、今のアニメはね、なんか早ければいいみたいなところがあるから、ちょっとなーってところがあるんだけど、結局、その 60fps でアニメが流れるから、その 60fps で、なんか細かくスピード感あって書いても、なんか正直言って目が追いつかないんだよね、自分的に。60fps にそこまでコマ割かなくてもみたいな。早すぎて。まあ、今ね、なんか、その、データ配信っていうか、配信だから、テレビとかじゃないから、一時停止とかができるからね。
それは、まあ、有効な方法なんだろうなというか、まあ、流れというか、流行りなんだろうなと思うんだけど、一時停止できるからこそ、綺麗に書くみたいなとこあるのかなと思うんだけど、なんかな、そこまで考えなくていいと思うんだよ。仕事量が増えるだけだしね。ガンダムとかも見てると、どれだけ、まあ、戦闘描写を、あの、どれだけ、やんない、描写しないかっていうか、撮り方というかカメラワークというか、そういうのがあるから、まあ昔のアニメとか見たら面白いと思うけど、10時前か。なかなか。10時前だし、配信やめるか。ああ、ちょっとね、久しぶりに、ちょっと、雑談配信をしてみたんだけど、見てくれてありがとうございます。じゃあ。